はい、まっちゃん2代目いきましょうか。はい、お願いします。柴田の GRK、はい、で最強決定戦にね、はい出る仕様ほぼそのぐらいってことだね。はい、はい。この辺はこれは柴田のやつだね。はい、柴田のカーボンバンパーです。このダンパーステイがこれめちゃくちゃ細いね。はい、2ミリでして、アウトクリップのコンバージョンキットに含まれるフロントバンパーです。すごい細いもんねこれ。はい、わかります？普段のものと柔らかいんですけども縦には強いです。なるほどなるほどなるほど。サイドブレーキとアッパーデッキが1ミリあります。あ、これめちゃくちゃ細い。はい。ここも1ミリ。はい。けど柔らかいんですけれども、縦には結構硬い。硬いよね。シャーシが2ミリです。2ミリ。はい。でサイドブレーキで服つける感じですね。で要はここのネジで硬さを調整するってことですね。はい。ちょっとすごいなと思ったのね。これ。はい。その前にここ。これなんだけれども、アウトクリップの配慮地底でして、このトラックラックの場合は、ここからターボまで長いので、途中で返して補給してる感じ。補給してますよね。たわまだぎ。はい。たわまだぎ。だからしっかりしたフィーリングを得られます。こちらの方は重りをつけて、こう横の動きを調整してます。なるほど。これね、このウェイトが実はこういうふうに動かせるんだよね。そうですね。動かして調整できるっていうふうで。はい。一番外側に来ると動きが強くなるんですけど、戻りにくくなっちゃう。動き内側に来るとキビキビ動きます。なるほど。でもちょっと待てない感じになります。待てない感じ。その調整をしてます。なるほど。すごい。これアイディア商品です。ダンパーはオーバードーズのハイグレード。ハイグレード。はい。バネだけ柴田のを使うように。これオイル何番入ってる？オイルは今のところフロントはまた8ビチです。ピストンはちょっと穴を大きくってなって 0.8 の3つ穴。こっちは軽い P11 なのでちょっと柔らかく似てます。なるほどなるほど。キャンバーってキャンバーはもうまたあれと同じように9から10でやってます。キャスターは？キャスターはもうノーマルです。ノーマル。はい。フロントナックルに関しては柴田のオプションパーツのアルミナックルを使ってます。本当だ。リアのダンパー、これナードダンパーだね。はい。リアはオプションのリバーシブルタッチアームを使ってます。タッチマウントもダブル。ダンパーはオイルこれは HRC のオイルを使ってまして20番入れてます。SS ピストンね。でこれリアのトーインって何度？もういろいろ書いてますけれども、1度から2度ぐらい。1度から2度。キャンバーは？キャンバーは5、また5から3。やっぱりキャンバーはあまり突きすぎるとうまく巻かなくなっちゃうので。なるほどね。そこはもう決まったスイッチがない。はい。もうちょくちょく買います。アンプは今使ってるのは横棒の RPX2。RPX2。はい。はい。でモーターは柴田の 13.5 です。13.5ね。はい。サーボが？サーボが慶応のガルムについてたターボの1個上のやつです。X4。はい。なるほど。ドリフトスペックです。NYD ターキットのキラーボムです。キラーボム新しいですね。この上ですわ？アウトクリップの青に。はい。両方食べちてるんだけど。なるほど。今テスト中ね。このコネクターで付け替えて広いところ狭いところによって使い分けてますね。大きいコースだとどっち？大きいコースだとやっぱりキラーが結構強く動かすことができます。テクニカルなところはもう青にがスムーズに動かせますね。であとこれ何？はい、これもキラーでって、これはターボとジャイロの間にかばけるキャパシターです。そんなのあるんだ。はい、これがキラーシックって呼ばれてます。キラーシック。はい、つけるのとつけないのでは、フジロコがなんかプロポのハンドルをこう動かしてみると分かるんです。一つ注意しておきたいことがありまして、ジャイロのメーカーによって合わないものもあります。このキラーシップ
はい、これはつけない方が良かった場合もありますので、もう10人トイレ好みがあります。エアロスプリッターつけてます。ああ、ついてるね。はい、これはアウトクリップのパーツで、これは地下の空気を整えるっていう効果があります。なるほど、素晴らしい。わかりました。これを外してみるともう違うんですよ。まっちゃんありがとう。はい、よろしくお願いします。お願いします。